リスボンの恋人作本本僕と妹はずっとリスボンに行きたかった。妹はリスボンの恋人が欲しかった。そして僕も。どうしようもない彼氏 P から救い出すために、僕は彼女の恋人をずっと物色していた。前に元カノのイランで泊まった宿の主人は、とても優しくて品があって、気配りができて穏やかな男だった。並んでる本や CD を見てもわかる。そして多分ゲイではなかったはず。妹に話したら会いに行くと言ってたけど、結局は行かなかった。僕たちはお互いの恋人を探して随分になる。彼女は都会控え同級生を紹介してくれたけど、腹ペコの時にブティックに入るようなもので、干渉欲は全く湧かなかった。むしろ妹の悪ノリかと思ったくらいだ。それよりも二度会った彼女の同僚が、とても素直で紹介してほしいと頼んだら、固くなり拒否されて、なんであんな子がいいの？最低とまくし立てられた。おかしいだろ。誰の彼女だよ。後で分かったのは、彼氏 P もその子を褒めてたらしい。やきもちた。だから僕たちはリスボンに行く。そんなことを思いついたのは、僕たちがベッドの上にいたある夜のこと。理由はまず、僕たちはリスボンに行ったことがない。そしてそこにはトラムが走ってる。それから夜はファドの店に仲居できる。トラムとファドの店は恋人に出会う絶好の場所。そして一番大切なことは、僕たちはポルトガル語ができない。僕はフランス語、妹はイタリア語が少しできるだけ。リスボンの恋人にはボディランゲージが大いに発揮できる。僕たちが一緒に寝たことに意味はなかった。ただ彼女が悲惨で僕が寂しかったから。僕はまああれなんだけど、4ヶ月ブランクがあって、その前は男前の女の子のために元カノと別れたら、その子にも見事に振られた。すぐに別のかっこいい女の子にアタックしたけど、やっぱりダメだった。彼女たち3人は気分屋でよく落ち込む。僕は落ち込んだ女の子を見るとほっとけない。それは僕なら救えるというヒーローイリュージョンなのかもしれないけど、しかし僕の妹のクレイジーさは彼女たちの覚えを言っていた。それは後になって分かったことだけど、かくいう僕もついに落ち込むという日が来て、妹と寝た。2人とも驚かなかった。でもこんな日が来るとは予想もしてなかったけど、少なくとも僕は。妹は僕のタイプじゃなかったし、女すぎる。まあ、それは僕が女子だからかもしれないけど、妹とは寝ても彼氏は紹介したいと思ってた。遊び勝手？そうじゃない。僕はやっぱり彼女のお兄ちゃんだと思ってる。妹は運が悪すぎるんだ。ずっと前に好きになった教師は幸せな家庭を持っていて、妹はそいつのために免許を取って送り迎えしていた。少しでも一緒にいたいって。その後、芸術家の P を愛した。しばらくして P には女がいることが分かって、P は女と別れる約束をしたけど、そんなことは起こらなかった。妹は病院に通うようになり、薬なしでは眠れなくなった。彼女は男のために生きるタイプの女。男のために何でもするし、いくらでも待つ。それも何もせずに、ただ待つ。仕事なんでサボっても平気。家の人は仕事が忙しいんだと思ったけど、本当は彼氏に自分を捧げてるだけだった。
一緒に寝た後1ヶ月くらい、僕は彼女を家に泊まらせた。彼女の喜ぶ顔が見たくて。そしてこの時、僕たちはリスボンに行こうと決めた。ぺったんこの胸は彼女のコンプレックスだったけど、セックスしてる時だけは自信を取り戻した。だから僕たちはセックスをし続けた。僕はこの部屋で彼女と過ごすことが好きになり始めていた。僕が忙しい時、彼女は存在を消してソファに座り、プロ野球の試合をおとなしで見る。リスボンに行く前にある提案をした。年越しは友達を誘ってケンティンでしないか。すると彼女は泣き出した。彼氏ピートは祝日も記念日も一度も過ごしたことがないのだという。お願いするたびに面倒くさそうに仕事とか友達と食事して麻雀とか。後になって例の女と少し出たことが分かった。妹はその女の電話番号を調べて、P の嘘とか P とどんなに秘密とかでたらめのメッセージを送りつけた。でも返事が来るとまた睡眠薬で歯科平静が取り戻せなくて、動物園で正しをまず動物のように毎日たくさん眠った。妹はついに P と別れようと決心したんだけど、一番腹を立てたことは P が引き止めなかったこと。これは彼女にとっては痛恨の極みだった。P を電話で罵倒するなとか質問するなとか、とにかく僕は妹を阻み続けた。でも本当は感情のもつれの特効薬はまとわりついて叩きのめすことなんだけど、面倒な葬式の準備をしていると死別の痛みが忘れられるのと同じこと。未練というものはズタボロになって行くとこまで行くと捨てることができる。その頃は僕が家に帰ると、妹は寝ているか鬱に入ってるかで、薬を飲んだ後なのか泣いた後なのか一目瞭然だった。原因は P か P の女に連絡したから、僕の慰めが登場する余地はなかった。そしてこの時、僕の愛には M の傾向があることが露呈した。僕は妹にプロポーズをして、妹は冗談だと思ってた。僕も同じ。バツ2の僕は結婚恐怖症という不治の病があったんだけど、でも僕はどうやら真剣だったみたいだ。妹は僕の紆余曲折をずっと見てきたわけで、だからプロポーズを信じる方がおかしい。ケンティに行く前の日、帰る準備をしてたらメッセージが来た。妹が病院にいる。来るなと言われたけど、急いで病院に駆けつけたら、彼女は緊急処置室で点滴を受けていた。薬の量が多すぎて P に病院に担ぎ込まれたらしい。僕はプロポーズするべきではなかったのかもしれない。P にプロポーズされなかったことを思い出したのかもしれない。妹は薬指に指輪のタトゥーをしている。もちろんそれは P のためのもの。僕は本気で怒った。ずっと一緒にいたいとプロポーズした後、彼女は僕の家で他の男のために自殺して僕の家にその男に迎えに来させた。なんだかはめられたような気がした。僕の寂しさにつけ込んで誘惑して他の男と付き合ってることを P に見せつけたかったんだ。バカな芝居に付き合わされたことに気づいて、彼女を病院に残して帰った。わかってる。誰かが彼女を迎えに行く。
夜になってケンディに行く約束をしていた友達に詫びを入れた。また失恋して遊ぶ気にならないし、盛り下げたくないから行かないと。メンバーの半分は独身だし、一緒に行って気晴らししないかってみんなは言ってくれたけど、僕は寂しいやつたちと同病相憐れんだりはしない。少年の頃こんなことは何度もあったし、自分の傷は自分で舐めたい。夜中になって妹は自分の家の鍵を取りに来た。病院に行くとき持っていかなかったから、僕は服を全部持って帰るように言った。彼女は何も言わず、薬がまだ残っているフラフラした体で大きな袋を3つ引きずり、足取り重く出ていった。次の日メッセージが来た。私が死んだら嬉しい。僕は傷口に塩を塗られたようで、もっと悲しんだし怒った。P の代わりに僕をもてあそぶ気か？すぐにメッセージを返した。死ぬなら P の家の前でやってくれ。とばっちりはごめんだ。その夜をどう過ごしたか覚えていない。寝てもいないけど起きてもいなかった。死ぬべきなのは僕かもしれない。そうすればこの情熱のない大きな寂しさに向き合わずに済む。次の夜はチベットのドキュメンタリー映画を見た。監督はチベットを撮ってなかった。チベット騒乱の時期で中国共産党がメディアのチベット入りをすべて禁止したから。イスラエルのガザ侵攻の時と同じだ。僕は死んではいけない。死ぬべきなのはあの恥知らずの政治家たちだ。途中まで見たとき、電話が鳴って、女性の声が気を使いながら伝えてくれた。妹が昨日の夜、部屋で練炭自殺を図って既読で病院に運び込まれたと。彼女は本気だったんだ。病院に着いたとき、妹は ICU から普通病棟に移されていた。呼吸は弱く、体から練炭の匂いがしていた。いい匂いだった。今度は僕の愛を失って自殺した。僕は待つと約束した。煙を吸い込んで起きた肺炎が治り、体の中から一酸化炭素が完全に消えて、彼女の笑顔が戻るまで待つ。それから僕たちはリスボンに行こう。そして僕は彼女のリスボンの恋人になる。